こんにちは、ちぼです。今日はモロッコ旅行10泊13日のパッキングをお届けします。私、ちぼはですね、旅好きの OL です。国内、海外と旅行して、去年から海外一人旅の様子を YouTube の Vlog でアップし始めました。モロッコです。今回はモロッコです。実を言うとですね、去年の春に初の海外の一人旅で私ウズベキスタンに行ったんですけど、その帰ってきた時に来年の春は私モロッコに行きたいって思ってたんですね。それがですね、いろいろ紆余曲折ありまして、実を言うとね、ちょっと前まで普通にイランに行こうと思ってて、航空券とか宿とかね、全部いろいろ手配をしていたとかそういうこともあるんですけど、本当にいろいろ紆余曲折を得てモロッコに行くことになりました。行ったことある人もない人もこれから行くよっていう方も参考にしていただいて楽しんでいただければなと思います。今回のパッキングのポイントをお話ししようと思います。3つですね。まず1つが軽量化。私は普段バックパックで身軽に旅をしたいっていうスタイルになります。ホテルとかにステイしてラグジュアリーな旅をしているってわけではないので、着替えとか身の回りに品のものも削減してパッキング楽しんでます。で、2つ目は寒暖差のある服装選定をするっていうことですね。モロッコも春なので基本的にはあったかいからちょっと暑いぐらいらしいんですけど、私は砂漠ツアーとか砂漠の方にも行こうと思ってますので、日中のイメージだけじゃなくて寒暖差に適用できるような服装選定っていうのを考えてます。3つ目、これ毎回同じこと言ってますけど、お買い物用のスペースをちゃんと開けておくっていうことです。買い物も好きなんですね。で、現地で雑貨買ったりとか、こういう民族衣装、今着てるのはエジプトで購入した民族衣装なんですけど、多人鍋とかも買えたらいいなとかいろいろ思ってるんですけど、荷物を削減して持って帰ってこれるような感じで考えてます。以上が今回のパッキングのポイントとなります。それではスタート。まずは荷物の一覧です。こちらは機内持ち込み持ち歩きパックです。こちらは預け入れバックパックです。細かなことは詰めながらお話しします。ではまず機内持ち込みと持ち歩き用から始めます。今までは斜めのショルダー掛けだったんですけど、挑戦しますリュック。エジプト行ったりとかした時もリュックの人結構意外と多くて、なんか擦られたりとか大丈夫でしたかって聞いたら、全然大丈夫ですよって言ってて、実際スリとかはやっぱ本人の意識とか対策っていうのもあると思うんで、リュックで挑戦しようと思います。で、これは私が普段使いしているマリメッコちゃんですね。南京錠のやつもあるし、ペットボトルホルダーも一応つけてます。あとは反射ベルトも一応つけてますね。あとはこういうところにカラビナとかを見づらいカラビナとかここにつけてます。便利グッズはこんな感じで。では入れていこうと思います。まずこれね、機内セット。毎回私パッキングで言ってるんですけど、機内は乾燥するから喉飴だったり、ご飯食べた後の歯ブラシ、あとは耳栓、アイマスク、蒸気でアイマスク、スキンケア料。肌とかガビガビになっちゃったんですよ、初め乗った時。そういう経験と失敗を生かして機内快適に過ごせるものっていうのを入れてってます。あとはフットレストですね。航空会社によっては NG のとこもあったりするらしいんですけど、これは前の座席にかけて足を置けるってやつですね。日本からドバイ行くまでが12時間ぐらいあるんで、だいぶ足は辛くなるんですよ。なのでこれがあるだけでもすごく楽なので持っていきます。あとは私が毎回持ってっているウエストポーチ型のセキュリティポーチです。トイレにスマホ置いてきちゃうとかを雲仙会とやってるような女なんですね。だいぶ抜けてるんですよ。だからこういうのがないと本当に怖くて、パスポートとかお金置いてきちゃったとかマジで多分私こういうのないとやらかすタイプなんでね。ということでこれも入れていきます。あとは充電器ですね。携帯の充電器、エコバッグ、ポケットピロー。これは折りたたみ式のネックピローになるやつです。あとはカメラですね。化粧品類は、ドバイで乗り換えの間に 2,3 時間ぐらい早朝にあるので、その時間にメイク済ましちゃおうかなって思うんで、こういう自分のメイクグッズ持っていきます。今回はちょっとアイメイクとか2種類持ってくるんですよ。楽しみ。カラフルな感じにしようと思ってます。モロッコは日差しが強いので、こういうねガッと隠れるような帽子も持っていきます。紐もともとついてればいいんですけど、100均とかでこういうの売ってるんで便利だと思います。エジプト行った時は私ウーバーでスクーター乗ったんですけど、シュンって風で飛んじゃって、これがなかったら確実に飛んでました。でもあったから首元にこう残っててくれたんですけど、紐結構おすすめです。ついてなければ100均で買えます。
あとはこれも100均なんですけど、私の動画でもね一回聞かれたんですよね。スマホってどうやって持ってます海外でって言われて、これ100均で売ってます。こういうの、これこういう風に首にかけたり、長さがここで調整が効くので短くもできるんですよ。で長くしたければ斜め掛けにしたりとかできておすすめです。タオル、ウェットティッシュとかノート、ペン、説明できてるか私ちゃんと。薬、ちっちゃい薬と、あとはあったら便利な輪ゴムとか安全ピンとかちっちゃく入れてます。薬はね普段体強いっていう方も持ってくといいんじゃないかなと思います。っていうのもウズベキスタンに行った時ね、こっちかなこっちかな、お腹崩さないのに崩しちゃって上下回らんようになって、トイレから出れなくなっちゃって、しかもそれ帰国日最終日で、どうしようこれ日本に帰れるかみたいなぐらいハラハラした日があったんですよ。駅でめっちゃ号泣してるんで見てください。あれを見たらうわこんなやついんのかと思ってね、やべえなって思ってもらえるかもしれないので、私は一応胃もたれとか下痢止めとか持っていきます。旅先でなんかお腹崩しちゃった時とかにその一日潰すことになるって嫌じゃないですか。もったいないと思うんで、こういうのちょっと持ってこうかなって思ってます。はい、ただ預け入れの方で紹介しちゃったんですけど、一応なんか地球の歩き方こっちに入れとこうかな。もともとイラン行く予定だったんで、ずーっとイラン行く予定で調べ物とかも全部やってて、渡航中止勧告が出たので急遽ねモロッコに変えたんで、いまだにねまだちょっとモロッコのことよく分かってないんでこれちょっと飛行機の間に読めたらと思うかなとか思います。あとはユニクロの UV カットのパーカーなんですけど、私結構黄色とかねオレンジとか好きなんですけど、色味可愛くないですか？この感じ、肌なじみのいい黄色、真っ黄色ではないんですけどレモンイエローみたいな感じで、ただ私黄色めちゃくちゃ好きなんですよ。自分にも似合う色だなとは思うんですけど、可愛くないですか？これ買っちゃいました。 UV カットの効いたブルゾンが欲しいなって思ってて、今までなかったんですよ。持ってなくて UV カットじゃないウィンドブレーカーとかモンベルさんで持ってたんですけど、やっぱ UV カットが欲しい女子と思って今回ユニクロさんでこれを購入しました。ちょうどいいかなと思ってこれを持っていきます。こんな感じで私の機内持ち込み荷物、まあまあ重いなは完成です。続いてはこちらですね、預け入れ用の荷物のパッキングをしていこうと思います。預け入れ用の荷物はこの40リットルのバーグハウスさんを使っています。2機室になっているのでここで切り替えができます。荷物のアクセスが下からもできて上からもできるという2機室のリュックを使っています。では詰めていきます。今回荷物、着替えはじゃーん、普段ね T シャツとか私の貧乏くさい安っぽい服でいつも言ってるんですけど、シャウエンはねこの濃い真っピンクのシャツワンピで歩きたいなとか思ったら薄いコットンのシャツワンピを持ってきます。これだったらすっごい薄っぺらいんですよ。じゃあ前日洗ってシャッて干しておけば多分次の日乾くだろうなみたいな、最悪ね乾かなくてもなんか着ながら乾かしゃいいやっていう私そういうタイプなので、はいね、生乾きの匂いをちょっと漂わせながら着ながら乾かすみたいな感じになるかもしれないんですけど、これを持っていきます。でさっき紹介したワンピースは持ってきません。ただ一応下着はね替えもう1セット持っていこうと思います。一応砂漠ツアーとかでテントに泊まったりとかするんで、なかなか洗ったりとかしてるタイミングとかないと思うんで、いつも空港に行くその日着てるものと着替え1着で2セットで私はだいたいやってるんですけど、今回一応ね下着類はもう1セット追加で持っていきます。まず一番下に入れてクッション代わりにしますね。でスキンケアとかお風呂セットですね。私はこのいつもジップロックにまとめています。あとはこれが変換プラグとか充電器とかコードとかが入ってるものですね。あとはこれは荷物なんかバスとか電車とかに置くときに南京錠とかでくくりつけておけるやつ、これもね念のためこっちの肩掛けも持っていこうと思います。使うかもしれない。あとはスカーフとウルトラライトダウンですね。スカーフとかはやっぱ砂漠ツアーとか行く時に髪の毛にこう砂が入り込むのを防いでくれるとか、また寒かったら首元とか体温調整用ですね。あとは一応吸水タオルあれば便利だし軽いしっていうことで持ってきます。あとはトイレットペーパーですね。エジプトのねルクソールのツアーを一緒に回ってたお兄さんがすごい身軽で、なんかほんとこの大きさのリュックだけでごめんなさい開きっぱなしだった。この大きさのリュックだけで海外旅行1週間とか行っちゃうような人で、男一人なんでそぎ落としちゃってますねみたいな。で持ってってるって言ってたのがトイレットペーパーだったんですよ。何それかっこいいと思って、他のもん全然持ってかないのにトイレットペーパー持ってってるのなんかちょっとかっこいいとかなんかわかんないんですけど、私もそこでなんかかっこ
コーヒーって思っちゃったんで、今回はトイレットペーパー持ってきます。トイレットペーパーさえあれば大丈夫みたいな、旅慣れてる人感があってちょっとかっこいいと思って、それの憧れのためだけならさ、トイレットペーパー持ってきました。でもトイレットペーパーね、使うかもしれないんで、結構アラブ式のトイレとかだとトイレットペーパーなかったりするみたいな場所とかがあったりするかもしれないので、そういった時のためにも持っていこうと思います。一応洗濯私はするので、洗濯ネットとちっちゃい粉状の洗剤とか、これもそう入れます。あとは現地の人とね仲良くなったお近づきの印とかにちょっと飴を持ってったりしようと思います。あとは私すごいコーヒーが好きでブラック派なんですけど、海外行くと甘いコーヒー飲む文化のところが多いかと思うので、ホテルとかでも飲めるようにということで持っていきます。これも砂漠ツアーの時に使う、街中でも使うかなということで、サングラスですね。日差しが強いので似合ってる。どう？そう、これも持っていきます。あ、なんか汚れてるな、これ拭いとかないと。こういうのもね持っていきます。砂漠とかは特にやっぱり砂嵐とかで目が痛くなっちゃったりすることもあるらしいので、クッション代わりにこのエティハドさんのエコバッグ、これも何かしらお土産とか買ったりとかで使えるんで、あ、バウチャーですね。バウチャーのコピーも入れて、あとはもしね買えれば端鍋ちょっと買いたいなとか思ってて、絶対割りやすいと思うんですよ。凹凸立体感のあるものなんで、念のためこれも持っていきます。以上が機内持ち込み荷物の紹介でした。ではですね、預け入れ荷物と機内持ち込み荷物どっちも完成しましたので、これ私いつもやってるんですけど、預け入れ荷物で今ちょっといろいろ調整して、この2機室の下だけに入ってます、ほぼ。なので空港まで行く時はさっきのこの機内荷物をこっちの2機室の上側に入れます。この下に入れてる荷物とは別でセパレートされてます。こっちの上の部屋に入れます。はい、きれいに入った。行きの空港まで行くときはこのリュック1つだけ背負えば大丈夫なようにしています。で、空港着いたらさっきのリュック取り出してチェックインして、あっちのリュックを機内に持ってくるっていう感じですね。なのでここが何も入ってない状態になるんで、現地行った時に雑貨買ったりとかした時も持ち帰れるスペースを作っておくっていう風にしています。完成です。これで空港まで私は持っていきます。言うて重いな。じゃーん。毎回やってるポーズでね、こんな感じでモロコに行ってきます。以上が10泊13日のモロッコのパッキングでした。Vlog はですね、実際帰国後に準備が整い次第アップさせていただきます。楽しみにしててください。それ以外にもですね、私ウズベキスタン、マレーシア、エジプト、トルコ、アブダビの旅行の Vlog などは上げたりしてます。あとはこういったパッキングだったり、パッキングのコツ、トラベルコスメなど旅にまつわることの動画を上げてますので、よろしければ他の動画も遊びに来てください。よろしくお願いします。この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。インスタグラムでは旅の様子を写真でも伝えたりしてますので、ぜひよろしければご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。私は楽しんでいってきます。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。